戦後の混乱期にできた不法占拠のスラム街、そしてその町に在日コリアンが集中し形成されたコリアタウン。これまでいくつも訪れ現在の姿を見てきたが、今回もそんなスポットが中心だ。池袋から板橋区や北区方面にかけてもそういったコリアタウンが点在していた。彼らはバタヤと呼ばれた廃品回収業で生計を立てていた。今回は千川駅から小竹向原駅の一駅分を歩き、そこにあったスラムの現在の姿を見てみようと思う。まずは千川駅からすぐ要町3丁目にあるライフ千川駅前店のある場所には、戦後に不法占拠を始めた在日コリアン集中地があった。90年代あたりまではバラック建てが並んでいたが、現在は跡地にスーパーとマンションが完成し現存しない。次に駅北側、大谷口上町方面へ歩いていく。すると目立つ建物が見えてくる。大谷口給水所だ。排水塔のような大きな建物はやはりかつてあった排水塔を模したデザインのポンプ塔である。車通り鮫洲大山線から西の住宅地へ向かうと、大小の下り坂が現れる。坂の下には古い家屋が点在。そして大谷口上町にある日大板橋病院の西側は崖地と呼べるほどの低地がある。かつてはこの辺りにため池があり、戦後の住宅難でため池を埋め立ててバラック建てを並べたスラムが形成された。150戸の住宅と人一人がやっと通れるような狭い通路はつい最近まで残り、防災上の問題を抱えていた。そして平成17年頃に板橋区の大谷口上町住宅改良計画の施行で、現在は区営上町住宅と新築住宅が立ち並ぶきれいな町へと変わっている。地形に目を向けると興味深い。大谷口上町には石神井川に向かって谷戸地があることがよくわかる。今度は大谷口北町方面へ。すると昭和レトロで味わいのある複数の商店街が現れた。どの商店街も鉄道駅からは離れているためか、古いままの商店が多い。
これはレトロ商店街好きの我々も初めて訪れた。こんないい街があったなんて。なんともそそるコーヒーショップアポロ。しかし、長らく休業中の様子だ。大谷口通り沿いには、校舎ハイム向原、旧向原住宅の商店街。おそらく向原住宅時代のもので、数店舗が営業を続けているようだ。小竹向原に近づくと、大規模に再開発されたような街並み。ちなみに駅名は今回通った板橋区の向原と練馬区小竹町の合成である。